ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルはこちらになります。それでは早速昨日のトレードポイントを見ていきましょう。昨日は2回トレードしました。で、1回目がここですね。約40ピプスぐらいですね。で、2回目がこちらになります。こちらも約40ピプスぐらいですね。なので、合計で昨日80ピプスぐらいを取りましたね。で、今からちょっと解説をしていきますね。なぜそこを選んだのか、なぜそこをトレードポイントにしたのかっていうのを説明していきたいと思います。で、その前にちょっと環境を見ていきます。で、これ、日足のチャートなんですけど、私は、ここの1本を昨日取ったんですね。で、目線はもう上で、考えてました。なぜ上なのかというと、トレンドがこうやって発生していって、ここら辺でトレンドラインを割れて、トレンドを崩しますよね。そうすると、上段下段っていうのが発生して、で、この下段と上段を分かつ、ここの中心線ですね。で、前日に、レジサポしたので、もうこれは完全に上ですよね。なので、目線はもう上になります。はい。ということで、この目線は上の、この一本の中の波を、買い足で取ったっていうことになります。で、1回目が、ここになります。で、ここのポイントは、後でちゃんと詳しく説明しますけど、ここでレジサポをして、で、ここに重要なラインがあるので、ここから、ここまでを取りました。で、私が基本的にすごく好きな波っていうのは、ボリンジャーバンドが収縮してから拡散するようなところっていうところが一番好きなんですね。で、この場合ってそういうパターンではなくて、どういうパターンなのかというと、まず自分が好きな波っていうのはこうやって閉じてるところ、収縮してから波がこうやって拡散するようなところっていうところがすごく好きなんですよ。で、そこで波が、ここの、いわゆるレンジですよね。で、ここでレンジサポして、さあ行くぞっていう感じで、こうやって上に上がっていくわけですよ。で、このポイントってそうじゃないんですよね。開ききっちゃってますよね。開いて、ここでもう開ききっちゃってますよね。なので、こんな感じの閉じてから、こういうふうに開く。こっちの波ではないので、イメージ的にはやりづらい波だったんですよ。ただこれって、インジケーターのお話なので、もう一旦大きく下がって、で、大きく上がったところっていうのは、どうしても、バンドが追いついてこないわけですよ。なので開きっぱなしになっちゃうわけですね、物理的に。だから、イメージ的には、こっちの収縮から拡散っていうところイメージ的にはすごくわかりやすいんですけど、もうこういったところっていうのは、そもそも、大きく下がって大きく戻ったところっていうのはバンドっていうのは追いついてこないので、閉じてこないわけですよね。なので、開きっぱなしっていうことを、もう頭に入れてたので、こういうイメージじゃないけど、ここにしっかりとした水平線があるので、そこを、取っていったって感じですね。はい。で、これ見てみると、ここだけだとちょっと多分わからないと思うんですよね。結構難しいと思うんですよ。なので、この後に領域をちょっと組み込んで、領域分析をしながら、見える化していきたいと思います。その前ちょっと2回目ですね。で、2回目のトレードポイント、こっちの方がわかりやすいと思うんですね。このポイントは、バンド的に言うと、さっきのやりやすいバンドですよね。こうやって閉じてきて、ここから開きますっていうポイントですよね。はい、ここで閉じてる波があって、で、ここでこうやってなんか揉むわけですよね。で、ここで上がってきて、さあ行くぞっていう感じで、上に行くっていうような波。
で、こういうのが結構好きですね。で、1時間足も、こうやって閉じてきて、ここからこうやって開き始めるっていうようなところなので、収縮から拡散ですよね。なので、こういったところっていうのは私は結構好きな波になります。では、この1回目と2回目をより、領域分析を組み込むことによって、よりちょっと見える化をしていきたいと思います。私はこうやって見てますよっていうのを見える化していきます。はい、で、領域分析を組み込むと、こうなります。これ4段になっていて、これ1時間足の領域なんですね、ここ。で、領域を組み込むと見てもらうとわかるんですけど、ここで止まって、ここで止まって、で、ここでブレイクして、で、ここで止まってっていうのがわかりますよね。だんだんわかりますよね。で、1回目のトレードポイントっていうのは、ここになります。で、この、領域分析をあんまりよくわかってない人って、ここが領域の分かれ道なので、分かれるポイントなので、ここでレジサポしてから、つまり、この波がですね、例えばこうやって上がってきて、ここでレジサポしてからじゃないのって思うかもしれないんですけど、イメージ的にはそうですね。イメージ的にはそう。ただ、この場合は、実はですね、この1時間足の中に15分足の領域っていうのがこの半分ずつに入ってるわけですよ。ここ。ここ。これ止まってますよね。で、これもここで止まってますよね。で、この2回目のところもなぜここにしたかというと、この半分ぐらいのところに15分足の領域があるわけですよ。1時間足の領域の中に2つの15分足の領域が存在する。ので、昨日のポイントっていうところは、そこを考慮しながら入っていったということですね。で、波がこうやってきて、で、ここで一旦、この1時間足の領域を、この1時間足の領域を突破しました。わかりますよね。ここからこうやって上がってきて、ここで、この1時間足の領域を突破しましたよね。そうすると、次の領域って、ここまであるので、ここまで行くんですよ。ここまで行く。基本的に。道中、素直に行く波と、素直に行かない波があります。今回は、あくまで日足がレンジなんで、素直には行かないんですね。これがこっちのトレンドの関係だと、もう素直に行っちゃうんですけど、もう、あくまでもレンジなんで、やっぱりこうやって揉みながら、上がってきますよね。なぜかというと、レンジなので、左側にたくさんの、抵抗があるからです。玉が、売りと買いの玉が、もう、交互に入ってるからですね。なので、素直にいかないっていうことです、単純に。で、ちょっと話を戻しまして、波が、こうやって上がってきました。で、ここで、ここに1時間足の領域の、分かれるポイントがあるので、ここでレジサポするかどうかっていうのをまず見てました。で、見てたところ、下がってきたので、これ15分足のこっちの真ん中のところぐらいまで下がってくるなっていうのが分かったわけですよ。で、そこで、プライスアクションとかを5分足とか1分足で見て、これもう下止まりそうだなと思ったところを見つけて、これも肌感覚的なものですよね。5分足とか1分足とかで止まるのは、ちゃんと止まりそうだっていうのはちゃんと確認してるんですけど、プライスアクションで。あとはもうこのトレーダーさんの肌感覚になってくるので、経験値によってくるので、大体止まりそうだなと思ったら、そもそも日足はさっき説明したみたいに上なので、あとは、止まりそうだなと思ったら、損切りさえ、この下あたり、この15分足のこの領域が分かれるところの下あたりに、これに入れれば、引っかからなければいいだけの話ですよね。なので、ここから入ってきました。はい。
で、目標値としては、やっぱりここなんですよ。1時間足のここ。ここ。ここですね。ただし、まあ、日足がレンジっていうこともあり、かつ、まあ、ここの真ん中あたりにも、やっぱり抵抗がやっぱあるわけですよね。常識的に見ると。ここの真ん中あたりに常識的に見ると。わかりますよね。だってここでこうやって止められて、下がっていってみたいな感じで、で、これも止められてますよね。で、上がってきましたよね。ってことで、かつこのミドルバンドみたいなのが、ミドルバンドがあるので、一時間足の、まあ、ここで常識にやっぱここにあるわけですよ。ということで、まあ、それを踏まえて、まあ、ここの15分足、ここですよね。ここですよね。まあ、ここぐらいかなっていうのを探りつつ、かつ、ローソク足のここに来た時のプライスアクションを見て、ここぐらいだなっていうことで、まあ、40ピプスだからまあいいや、みたいな感じで、まあ、とりあえず、まあ、利確しました。で、その後、まあ、案の定こうやって下がってきて、で、まあ、結果的にやっぱ上がっていったわけですよね。はい。で、さすがにデイトレードなんで、ここの落ちまで、損切りポイントここに入れるかというと、さっきも説明した、普通はここに入れるので、ここは入れないですよね。そうすると、かなり50ピプス、60ピプス負けてしまうので、さすがには、ここの落ちまでは、耐えられないですね。だからこういったことが、日足がレンジっていうところで、結構あるので、まあ、一旦目標値、第一目標はここなんだけど、まあ、第0.5目標ぐらいのところで、あの、プライスアクションがちょっとおかしくなった場合は、これはもう、とりあえずプルバックが発生して、深く落ちてから上がってくるんだなっていうのを察知して、まあ、切りのいいところで、まあ、リグったって感じですね。はい。これがまず1回目のトレードポイントになります。で、2回目が、このトレードポイントになって、で、まあ、領域を見ると、ここです、ここ。ここになります。ここは、1時間足の、この領域から1時間足の領域を、まあ、狙ったところですね。で、第一目標としては、ここなんですよ、ここ。ここなんですけど、まあ、さっきと一緒で、この半分ぐらいに15分足の領域が分かれてるわけですね。ここに。この半分ぐらい。ここぐらい。ここぐらいですね。ちょうど、こことこの半分ですね。で、まあ、これに抵抗がないかなって探ったところ、まあ、ここに冷えがあるし、あと、ちょっとこっち側の方が、あの、怪しいなと思ったので、まあ、ここまでちょっと持ってました。はい。多少ずれますけど、まあ、ゾーンになってるところなので、まあ、ここら辺ぐらいまでを取ったって感じですね。はい。で、ここからここで、まあ、40ピプスぐらいですね。はい。で、こんな感じで、まあ、後からこうやって見ると、きっちりと波にしっかり乗ってるんですね。で、これができるのも、やっぱり波をちゃんと区切って、どこの時間足の領域から領域かっていうのをちゃんと理解しながら、あとは、こっちのデータで、左側で、ちゃんと、水平線で、まあ、エグジットポイントを探って、まあ、無事にうまく理覚するっていうことになります。はい。まあ、こんな感じで見てみると、ちゃんとこのきっちりしたこの波の感覚の中で、ちゃんと動いてるんだなっていうのが、多分、頭の中整理されてると思うんですよね。なので、領域でこうやって区切るっていうのは非常に、トレーダーとしては有効な、まあ、データの整理の仕方になると思います。はい。で、領域分析と水平線分析って違うものかって皆さん思うかもしれないですけど、同じですよ、全く一緒。水平線理論をよりわかりやすく、したものが、領域分析なので、私の教える手法で1個しかないので、水平線理論の
少し延長したところに領域分析みたいなのがあるみたいな感じですね。結果的には水平線しか見てないので、水平線理論、水平線分析なんですけど、そういったと、結局一緒です。だから全然別な新しい手法ではなくて、そのデータの分析、見方を少し区切って分かりやすく、してるだけの話なので、結局一緒です。なので、水平線理論を理解している人は、領域分析も、容易に理解できるようになると思います。はい、今回は、以上になります。